気持ちよさそうに熟睡していますね。そういや、午後の授業に来てなかった気がするな。俺、昼休み前の選択授業がこの教室で、クラゲちゃんと一緒だったけど、もしかすると、あれからずっとここで寝てんのかも。この熟睡っぷり。明日の朝までここで寝続けてしまいそうですね。シルバーさん。シルバーさん。もう朝か。おはようございます。残念ながらまだ放課後です。何？放課後？しまった。昼休みも午後の授業も寝過ごしてしまった。シルバー君、夢の中ではキビキビしてたのに、現実では相変わらずなんすね。いや、実はあの一件以来、原因不明の眠気はかなりマシになったんだ。おや、そうなのですか。困っていらっしゃるようでしたし、改善したのなら良かったですね。ああ。賢者の島の病院とステュークスで精密検査をしてもらったな。どうやら俺のひどい眠り癖は、赤ん坊の頃に妖精に送られた祝福の残滓が影響していたらしい。今はもう、かなり薄れているらしいが。ならなんでこんなとこでぐっすり眠ってたわけ？それは、初夏の爽やかな陽気が心地よく、つい。じゃあマジでただの居眠りじゃ、ウケる。赤ん坊の頃に送られた祝福の影響ですか。確かシルバーさんは、約400年ほど前に滅びた剣の国の最後の王子で、妖精の祝福で近年まで眠り続けていたんですよね。あまり実感はないが、そうらしい。はあ、現代にそんなおとぎ話みたいなことがあるなんて、驚きっすよね。シルバーさんの名前や顔は伏せられていましたが、その件は新聞にも載っていましたし、SNS などでもかなり話題になっていました。でも、人の口に戸は立てられないっすからね。もしシルバー君が賢者の島の外で暮らしてたら、今頃マスコミに毎日追い回されてたかもね。穏やかに過ごせるよう計らってくれている島の住人や学園長には本当に感謝している。なのに俺は授業をサボってダミンを貪り、情けないにも程がある。午後の授業は自習だったし、そんな気にしなくてもいいと思うぜ。俺も学園対抗戦の書類とにらめっこしてて、自習用のプリントはほとんど進まなかったし。ああ、なるほど。カリムさんも書類を提出するためにここにいたわけですね。ついでに俺もっす。レオナさんのお使いで。俺、まずこれの書き方がわかんなくってさ、リドルに教えてもらおうと思って。海蛇くんに書いてもらえばいいじゃん。それはダメ！びっくりした！なんすか急に大声出して。今回は絶対、ジャミルに頼らず一人で完成させるって決めたんだ。どうしたんだ？ジャミルと喧嘩でもしたのか？喧嘩じゃない。最後にチェックしてもらう約束もしてる。だけど、ジャミルに手伝ってもらうのは今回はなし。でも金魚ちゃんに手伝ってもらったら、結局一人で完成させてはなくね？カリムさん、そのお手伝い、ぜひ僕にご依頼ください。お友達価格でお引き受けしますよ。学内での優勝依頼は学園長から注意を受けたはずだろう。アズール、喧嘩という言葉も聞こえたよ。まさか死闘ではないだろうね。お帰りなさい、リドルさん。皆さんがお待ちかねですよ。お待ちかねって。オクタビネルの書類に不備はない。書類仕事の丁寧さはさすがだね、アズール。サバナクローの書類には2点不備があった。該当部分に付箋を貼っておいたから、修正して再提出するように。小さいミスじゃん。リドル君、ちゃちゃーっと直しといてくんないっすか？この申請書は、当該寮長以外の者による過失や修正を禁じられている。めんどくせえ。俺が直しちゃいたいけど、レオナさんが達筆すぎて筆跡で即バレそう。学園長が書類の回収係をリドルさんに任せた理由がよくわかりますね。
金魚ちゃんマジで細かすぎ。うぜえ。書類の申請性を損なう過失も、図書館の本のまた貸しも禁止行為だ。例外は認められない。だいたいあの本は今日の放課後図書館に返却すると言っただろ。それを正式な手続きをして借りればいいだけなのに、なぜわざわざ違反行為をするんだい君は。だって、提出期限近かったし、今すぐ課題がやりたい気分だったんだもん。期限を守ろうとした姿勢と学習意欲だけは認めよう。次はないからね。なあなあリドル、この欄は何を書けばいいんだ？そこは推薦理由の記入欄だね。各寮の寮長がなぜその生徒を選抜候補として推薦したかを簡潔に記す決まりになっているよ。頑張り屋で字が綺麗とかじゃなく、魔法のことだろ。簡潔にってのが難しいぜ。本当にこの書類は記入項目が多いな。魔力量、発動速度、得意な魔法にコントロールスコア、魔法に関するものだけでなく体力測定の数値の記入欄もある。ええ、僕もその細かさには驚きました。つうかその書類って何なの？魔法師養成学園対抗競技会の選抜選手登録申請書です。ああ、こないだいろいろやらされたやつか。先日リアソムニアでも選考会が行われた。寮内での選考会の後、最終的に誰にするかジャミルと一緒に一晩中悩んだぜ。各寮から代表選手を選出し、その後教員と寮長で話し合って選手たちの出場競技を決めるんですよね。僕たち3人は今回初出場なので楽しみでもあり怖くもあります。俺とジャミルも今年初出場だ。ワクワクするよな。あれ、アゼール君って去年出てないんだっけ？意外っす。ええ、去年は寮長になるための根回しに終始して先輩たちの層が厚く、惜しくも選抜には食い込めなかったんですよ。確かリドルさんは去年も出場されていましたよね。ああ、僕はすでに寮長だったからね。クラゲちゃんとコバンザメちゃんは？去年は鍛錬が足りず出場を逃したが、今年は選んでもらうことができた。俺も無事に選抜入りできたっす。実は俺、去年も一応はマジフト枠で選抜されてたんすけど、結局ベンチ温めてただけで試合には出らんなかったんすよね。今年こそロイヤルソードアカデミーの奴らをとっちめて企業の目に留まってやる。両対抗マジフト大会の時は散々だったし、学園対抗戦でリベンジ決めてやるっすよ。ナイトレイブンカレッジとロイヤルソードアカデミーが4種の魔法競技で勝敗を争う競技会。さらに今年は記念すべき100回目の大会だ。両対抗マジフト大会よりメディアも増える今までにない盛り上がりになりそうですね。学園対抗戦の競技種目は全4種目。マジフトだけは毎年固定。他の3種はランダムで年ごとに種目が変わるとか。へえ、なんでランダムなんだろう。不正の防止とか？魔法薬を正確に生成する競技や特別な素材を採取する時間を競う競技などはその年によって開催できない種目があるとマレウス様が言っていた。そっか、何年かに1回しか咲かない魔法の花とか、異常気象の時にしか生えない海藻とかあるもんね。なるほど、そういうのに左右されないからマジフトだけは毎年お決まりの競技なんすね。遠からず魔法省から今年の競技種目について通達が来るだろう。燃えてきた。マジで楽しみだな。大会に出場したいならきちんとその書類を仕上げることだね。提出期限は明日17時だ。のんびりしている時間はないよ、カリム。ああ、そうだった。急いで仕上げねえと。寮も学年も混合のチーム。さてどうなることやら面白いことになりそうですね。
も全身ブルブルしたのに、まだ体がキラキラしてるんだぞ。本日の授業では、魔法の効能を持つ菓子を調合、調整する。魔法薬学の実験なのに菓子を作るんですか？魔法の効能を持つ菓子も、魔法薬学の応用で作られるものだ。単なる素材の組み合わせだけでなく、魔法を使用することによって、効能を安定させる技術が必要となる。例えば、飛躍のマカロンは、一時的に記憶力と集中力を上げる効果があるとされているが、あれは調整スミレをよく乾燥させ、粉末化したものを混ぜることで得られる効能だ。マカロン自体の色の美しさも調整スミレによるもので、魔力伝導性が高い特別な粉砂糖で甘みがつけられている。それらに対し、調合過程で魔力を加えることで、菓子にささやかな魔法が宿るというわけだ。へえ、購買部で売ってるあのお菓子って一応効果あるんだ。完全に気休めだと思ってた。それじゃあ、あれをたくさん食べればテストでいい点取れるんじゃねえか？バッボーイ！たくさん食べれば効果が上がるものではない。その仕組みを今日の実験でしっかり学んで帰るように。では、子犬ども、材料を正確に計量しろ。慎重にな。記憶力と集中力アップがなんとかスミレの効果なら、粉をいっぱい入れればもっと効果が出るんじゃねえか？1グラムなんてケチくせえ。大さじで何杯か入れちゃおう。アーモンドプードルと粉砂糖と一緒にスミレの粉をよく混ぜる。なんだ？材料と混ぜたら急にスミレの粉がキラキラ光り出して、クルーウェルにはこっぴどく叱られるし、お菓子作りはもうコリゴリなんだぞ。美食研究会はうめえもんを食うのがメイン。作るのは専門外なんだぞ。どうしたんだい？浮かない顔だね、二人とも。いつもランチタイムはウキウキなのに、珍しい。そのキラキラとスミレの匂い。さては飛躍のマカロンを作る実験で調整スミレの粉をたくさん入れて失敗したね。どうしてわかったんだ？毎年1年生のうち何人かは君たちと同じことをして失敗するんだよ。何事も適量は大切さ。美味しい調味料だってかけすぎれば食べられたものではなくなってしまう。さあさあ、反省はそれくらいにして、シェフが最高の味付けをしたスペシャルランチをお上がり。たくさん食べて午後も勉強を頑張るんだよ。居残り掃除してて出遅れちまったから席が全然空いてねえんだぞ。おーい、監督生グリム、こっちだ。なんだお前たち、毛髪にキラキラした粉がたくさんついているぞ。グリムが魔法薬学の実験で失敗して材料爆発させたんだ。おかげで僕たちもあちこちキラキラしてる。俺なんかすぐそばにいたから実験着がギラッギラのスパンコールみたいになったからね。マジ反省しろグリム。うるせえんだぞ。おめえだって前にべちょべちょのゼリー撒き散らしたことあるくせに。僕のエアダスターでみんなについた粉を全部吹き飛ばしてあげようか？おい、ここでやるなよ。飯に粉が入るだろうが。うちの寮生にもいたな。お肌にいいっていう薬草を保湿クリームに入れすぎて顔が蛍光黄緑になっちゃった人。回復してからビルさんにたくさん入れればいいってものじゃないのよってお説教されてた。プロテインだって体作りには欠かせないが、飲みすぎりゃ腹を壊すしな。
ジャックが今飲んでるそれ、部活の時に話してた新しく買ったプロテインか？ああ。洋梨味のソイプロテインだ。水で作るとあまりうまくねえフレーバーもあるが、これは水だけで作ってもまあまあうまい。僕もジャック君みたいに1回分のプロテインをボトルに入れて持ち歩こうかな。運動した直後に飲むのが一番効果的って言うよね。部活の後に飲むために持ってきたんだが、今日の体力育成はバルガスにかなりしごかれたからな。本当にそんな走りではロイヤルソードアカデミーに勝てないぞって。先生たちも学園対抗戦に向けて気合入ってる感じ。僕とセベクさんのクラスは古代呪文語の合同授業だったんだけど、そこでも学園対抗戦で過去に行われた種目の模擬戦をしたよ。模擬戦？何やったんだぞ？バラバラになった紙片に綴られた古語をつなぎ合わせて内容を解読する時間を競うものだ。実際の種目ではフィールドに散った紙片や石板を集める必要があるらしいが、それつなぐパーツ間違えるととんでもない文章が出来上がるんじゃないか？そうそう、完成させた文章を読み上げなきゃいけないんだけど、めちゃくちゃな文章を作る人が続出。配られた手札を組み合わせて決め台詞を作るカードゲームがあるんだけど、それみたいで面白くって先生も爆笑してたよ。教師ともあろう者が授業中に笑い転げるとは遊びではないんだぞ。セベクさんもかぼちゃの馬車に7人の野獣が乗ってたどり着いた法廷で嘘ついて鼻が伸びたっていう天才的な文章を作ってたよね。7人の野獣が乗れる馬車ってもうバスじゃん。しかも法廷で鼻が伸びたってどんな状況だよ。笑うな。貴様らだって絶対におかしな文章を作るに決まっている。おい監督生、こいつらが授業で作った変な文章をきっちり記録しておけ。僕も盛大に笑ってやるからな。だがそういう授業があるってもう俺たちは今知っちまったからな。悪いがきっちり予習して挑ませてもらうぜ。僕予習しててもちゃんとした文章を作れる自信ないな。古代呪文語は呪術を扱う上で欠かせない言語。ポムフィオレ寮生ともあろう者が他寮生に負けるなんて許されないわよ。この声は。ボンジュール、若鳥たち。相席よろしいかな。どこのテーブルも満席で。はい。おいグリム、席に置いてる教科書どかせ。ありがとう。あれ、なんかお疲れ気味じゃないですか、ウィル先輩。疲れもするわよ。魔法災害の後処理が済んだと思ったら、次は大急ぎで学園対抗戦の準備。私たちは5月末までにインターンシップの申し込みもしなきゃいけなくて、この私が締め切りに追われながらギリギリの作業をしてるなんて信じられない。インターンシップってなんだ？ナイトレイブンカレッジの4年生は学外の施設や企業に研修に行くことになるのさ。研修先は自分で選んで申し込むのが通例。どうやら我らが女王はまだお悩みのようだね。ビル先輩が判断に迷うなんて珍しいっすね。映画スタジオに行くことだけは決めてるの。ただどの企業に行くかを迷っていて、候補が3社あるんだけど、会社ごとに作風というか社風が全然違うのよ。映画って監督や脚本はもちろん制作スタジオのカラーもかなり色濃く出るよね。1シーズンごとに研修先を変えてみるのはどうだい？そう思ってたんだけど、映画制作って一つの作品が世に出るまでに何年もかかることもあるでしょ。しかも私はビルシェンハイトなのよ。たった3ヶ月じゃチヤホヤされて笑顔を振りまいていたら、あっという間にインターン終了なんてことになりそうで、私の夢は俳優として美を極めること。でもインターンではただの新人として現場の厳しさをしっかり学びたい。だから私は3シーズン同じ場所に腰を据えるって決めたの。1年同じ場所でって腹決めてんなら確かに
とりあえずで申し込めないっすね。だが面接や書類選考で落とされることもあるのだろう。希望の研修先にそのまま行けるかどうかまだわからないではないか。誰に向かって言ってるのキュウリ。この私が選考で落ちる？ありえない。ウィル先輩よ、ただの新人としてこき使わなきゃいけない企業の人に同情するわ。迫力と貫禄が新人っぽくなさすぎるよね。めちゃくちゃ偉そうなんだぞ。ルークさんはもう申し込みは済んだの？ウィ、私は奇跡の国の考古学の研究施設に申し込んだよ。ビルさんと同じとこ行くと思ってったじゃかな。私は美を求め美を助くルシャソー・ドゥアムール。ビルのお供をしたい気持ちがあったのは確かだ。でもそれでは私にとっての美の追求にはならないと思い直してね。美の追求？ねえエペル君、宝石をただ眺めているだけではその輝きの本質にはたどり着けないと思わないかい？ビルの輝きを敬うなればこそ私は私自身の歩みで美しさの本質を探求すると決めたのさ。なるほど。よくわからないけどわかった気がするかな。敬愛と追従は別物。学びの本質とは他者に見出すものではなく自分自身の志であるということだろう。セベ君、ハント先輩の言葉を理解できるのか？読書家ってのは嘘じゃねえんだな。ただ声がでかいだけのやつだと思ってた。こんなくだらんことで感心するな。僕をバカにしているのか。どうもどうも、お話中失礼します。ジャック君の隣の席って空いてる？ラギー先輩。はい、空いてます。ラッキー。じゃ、隣にお邪魔します。レオナさんが。レオナさん、席用意できたっすよ。おいラギー、別の席にしよう。わがまま言わないの。他のテーブルどっこも空いてないでしょうが。お前は別の場所に席キープしてんだろ。変われ。別にいいっすけど、俺がキープしてんのあそこのテーブルっすよ。こっちの方がまだマシか。あら、お言葉ね。気に入らないなら床に座って召し上がったら？悪いが、室内でピクニックをする趣味はないんだね。ほらジャック、もっと詰めろ。うっす。じゃ、ごゆっくり。食い終わったら食器自分で下げるんすよ。うるせえな。俺の母親かてめえは。ほら、レオナのスペシャルランチ、ハンバーグが2つ乗ってるんだぞ。ずりー。ああ、一つじゃ食った気しねえだろ。お前も金さえ払えば2つになるぜ。1つでは物足りないのは同意する。だが王子でありながら口に物を入れて喋るとは、なんと下品な。学食で何言ってやがる。高級レストランじゃないんだ。どんな食い方だって誰も気にしちゃいねえよ。ああ、ロワ・ドゥ・レオンの口へとハンバーグが次々と運ばれていく。なんて速さだろう。油断が命取りとなるサバンナの流儀というわけか。美とは時に友禅よりも迅速に宿るのかもしれないね。あれはただの早食いよ。ろくに神もしないで。ちょっとレオナ、野菜をジャックのお皿に乗せるのやめなさい。育ち盛りの後輩に栄養を取らせてやろうとしてんだろう。なあジャック。いや、俺はもう食べたんだ。野菜は自分で食ってください。ライオンは肉食だから野菜は消化効率が悪いとか？興味深いね。なんだこのテーブルは。口うるせえやつしかいねえのかよ。飯がまずくなるぜ。
みんなお前の体を思って言ってるんだよ。それに、咀嚼回数が少ないのは本当に良くないぞ。うるせえ父親まで現れやがった。年上に父親扱いされるのは不思議な気分だな。トレイ君、そっちの方席空いてる？ってあれまた珍しいメンツじゃん。先輩たち席探してんの？なあ、でもこの辺は埋まってそうだし他を当たるよ。僕とエースはもう食べ終わってるんでこのテーブルどうぞ。いいの？ああ、食い終わって15分以上席に座って食べってたの。寮長にバレたら困るしね。今のリドルならそれくらいで首を跳ねたりはしないんじゃないか。だね。あと少しずつ食後のお茶やデザートを出してまだ食事は終わってないよってごまかすテクもあるし。俺ら次体力育成なんであんまりのんびりしてられないんすよ。着替えて運動場行かないと。監督生グリム、のんびり食べ過ぎて午後の授業を遅れないようにしろよ。また後でな。また後でな。じゃ、お隣失礼します。レアなメンバーで何のお話してたの？ロワ・ドゥ・レオンの気持ちのいい食べっぷりについての考察だよ。それにポジティブなのあんただけでしょ。インターンについて少しね。インターンの申し込みか。レオナは確かオリエンテーションの最中にもう申し込み終えてたよな。たった1年の研修だろ。単位がもらえりゃ何でもいい。真剣に考えるだけ無駄だ。レオナ先輩はどこに研修行くんすか？夕焼けの草原の工業エネルギー企業の研究所だ。なんだその驚きは。研究機関に入れるほど優秀には見えないって？頭いいのは知ってましたけど、レオナさんはマジフト関係に行くんだと思ってたかな。俺もっす。ラギーさんも夕焼けの草原には世界に通用するチームがまだないからレオナさんが作ればいいのにって言ってたし。なんでそんな面倒くさいことをわざわざ俺がやらなきゃならねえんだ。じゃあマジフトはうちの学園卒業したらもうやめちまうんすか？社会人のアマチュアチームに入ってまで続けようとは思ってないが。そうだな、もしも夕焼けの草原がマジフトワールドカップ開催地に選ばれたら本腰を入れるのも悪くないかもしれない。マジフトワールドカップ、4年に一度お祭り騒ぎになるやつ？マジフトもサッカーみたいに世界大会は大陸持ち回りなんだったか？ああ、アマチュア同然の弱小チームばかりだが、夕焼けの草原にもマジフトのプロリーグはある。だから開催地に選ばれる可能性はゼロじゃない。もしも夕焼けの草原が開催地に選ばれたとしたら、政府は開催までに何としてもスタジアム、宿泊施設、そしてあらゆるインフラの開発を強引にでも進めなきゃいけなくなる。それ結局マジフトを手段とした都市開発の話だよね。結局レオナ先輩がやりたいのはそれってことか。でもマジフトで国を変えるというのは悪くないアイデアかもしれないよ。そうね。一人のスター選手がスポーツから国も世論も塗り替えたって前例はいくらでもある。スター選手がいるチームには強い若手が集まるっていうし、レオナ先輩なら間違いねえかな。プロ選手ね。まあ手っ取り早く嫌われ者が人気者になれる手段としても悪くはないかもな。マジフトで一時的に注目を集めりゃ都市開発や経済発展の起爆剤にはなる。だがブームに任せた熱狂は長続きはしねえ。スタジアムだって建てるのは勢いでどうにかなっても使い続けるには仕組みがいる。使いこなせない施設なんざただの金食い虫だ。あら、そこを考えるのが国のトップの仕事なんじゃないの？そんなもんせっかく作ってやったのにうまく使えない奴らが悪いんだろう。長期的な運用まで政府頼みにすんな。第一俺は王様じゃねえからな。どうなろうが知ったことかよ。確かに他人任せってのは俺も気に入らねえが、夢の中でも似たようなことを言って国を滅ぼしかけていたな、あの男。責任は取りたくないけどチャレンジはしたいタイプって感じ。不屈の精神のサバナクローの寮長が聞いて呆れるわね。まあいいわ。
で、トレイとケイトはもう決めたの？ああ。俺はネッサの国にある農業技術センターに申し込んでみた。果物の品種改良の研究をしてみたくてな。ネッサの国か。確かに果物の品種改良に関しては世界でも頭一つ抜けてると言われてる。サイエンス部での経験も活かせそうだし、単位取得も望めそうだろ。そこで2シーズン過ごして無事に卒業に必要な単位を取得できたら、3シーズン目は調味料の開発をしている企業に行ってみようかと。調味料？ああ、一舐めで大体の調味料を当てられるトレイ君っぽいといえばぽいけど、なんでまた？いや、低カロリーで体に安全な甘味料の開発に興味があって、美味しいものをたくさん食べてもらうためには相手の健康も気にするべきだろ。あんたの志は素晴らしいと思うけど、最終的には食べる側の意識の問題じゃない？作り手ができるのは選択肢を整えるところまで。どんなにヘルシーな料理でも際限なく食べていては意味がないわ。それはそうなんだけど、節制に自信がないのはむしろ自分に対してというか。ああ、ね。トレイ君はね。確かに。あの夢を見ればそういった考えになるのも不思議ではないな。俺様、たまにあの時のエースとデュースに追いかけられる夢見ることあるんだぞ。何はともあれ、バラのシュバリエの進むべき道が決まったことは喜ばしいね。ムシューマジカメはオリエンテーションの日は非常に迷っていた記憶があるのだけれど。いろいろ考えたんだけど、俺は建築とかインテリアの方に行こっかなって。今んとこ第一候補はバラの王国の空間デザイン会社。トレンドに敏感な君らしいチョイスだ。考えを固めるに至るには何があったんだい？俺の夢の中のハーツラビル、結構映えてたと思わない？なんかすげえド派手でギラギラしてたんだぞ。確かにやりすぎ感はあったけど、誰にも遠慮しない自分の城って感じがして気に入ったんだよね。みんなの夢を渡って人の数だけ自分の城の形があるんだなって思ってさ。いろんな人の城作りを手伝うの楽しそうだなって。自宅だけじゃなくてカフェとか遊園地なんかもいい。そんで最終的には世界中に自分が携わった城がたくさんできるの。自宅、店舗、公園。それってかっこよくない？トレビアン、実に美しくも壮大な夢だ。今日この話を聞けたことを光栄に思うよ。でも建築関係ってことは専門的な大学に進学しなくちゃいけないでしょ？そこが大問題。俺勉強嫌いなのに。ああ、要領は悪くないんだし、今から頑張ればどうにかなるんじゃないか？でも完全に一からだし、かなり自信ない。ねえねえみんな、あそこにいるのって超レアキャラじゃない？人が多い。やっぱ帰ろう。いやでも、この食堂を設計したの、一生オタクの気持ちがわからん陽キャ建築士だったに違いない。長椅子長テーブル相席前提って、パーソナルスペースが皆無すぎる。きっと隣に座っただけで、キモ、青色って食欲減退するよねとか言われるんだ。肘なんかが当たった日には、左利きはこれだからとか言われて、やっぱもう帰ろう。ついたても個人スペースもない場所に、拙者のような陰の者の居場所などないのだ。おーい兄さん！オレット。兄さんが食堂に来るなんて珍しいね。ランチはこれから？そのつもりだったけど、混んでるし、水道水で空腹をごまかすことにしますわ。それじゃあ必要な栄養素が何も取れてないよ。ちゃんと食べて。俺、イデア君がランチのピークタイムに食堂に現れたのを初めて見たかも。拙者とて来たくて来たんちゃいますわ。
実質の備蓄が切れたから購買部でいつものゼリータイプの栄養調整食品と駄菓子を買おうとしたら、ご希望の商品はインストックナウ、でもそれしか食べないコウニちゃんには売れないなってサム氏に販売拒否されたんすわ。すごい。利益より顧客の健康状態を考えるなんて。サムさんに後でお礼を言っておかなきゃ。俺もセールの時にナッツ類を買いだめしようとしたら、コウニちゃんの消費ペースだと一袋は消費期限が切れるよって言われたことがあるんだよな。つまり普段どれくらいの頻度で購買にそれを買いに来てるか覚えてるってこと？怖。さすがはサムさんだ。その洞察力見習いたいものだね。その割にしょうもねえガラクタを高値で売りつけようとしたりする。わけわかんねえよな、あの店主。ほら、兄さんはこのテーブルに座ってて。僕がランチをもらってきてあげる。このテーブルって、この異常に圧が強いテーブル。このテーブルに座るくらいならトイレの個室でぼっち飯した方がマシ。あ、待って、俺と行かないでー。